綾野西アワー。はい、第15回アイ&西アワーの時間でございます。はい、こんばんは。では今日も一日お疲れ様でした。今日はね、2本撮りしておりますのでね私服装前回と一緒ですはい、15回まで来ましたか。そうですね。でね、草組さんがね特にコメントをくださってね、本当ありがとうございます。ありがとうございます。ね、で私友達を失ったっていう話の回の時に問題の回ですね。そう草組さんもね、お友達を亡くされたと、で相手に嘘をつかれたからですっていうねお話をまあコメントでね残していただいたんですけど、私ねここ最近ねまた一つ大きなね転換がありまして、悪縁を断つことができましたっていうお話なんですね。またそんな話かい言うてまあね結論としてはいい結論に持っていこうかなとね、私も思っておりますので、ただの悪口ではございませんのでね、私ね今の職場ちょっと転勤がありましたもんですから、それまでにね11年ですね、同じところ同じメンバーでお仕事してました。でその部署っていうのはそんなに人数が少ないんですよね。上長がいて、で私ともう一人その A 氏という人ね、その同僚、まあこの3名と、まあ、事務員、まあ、4名やね、4名で中心として働いてましたという部署。11年間ね、変わり映えなくね、もういろんな作業もいろんな営業活動もいろんなことを全てやっぱり4人で話し合ってやろうかみたいな感じですよね。ということでやっとったんですけど、その A 氏がですね、これがくせ者だったんですよね。まあ一言で言えばまあ偽善者ですかね。私ね50年人間やってきましたけれども、まあ嘘をよくつくなっていう人は結構見かけましたけれども、偽善者と言えるような人初めてお目にかかった。でその人の第一印象、私が中途入社でその部署に行きました。ご挨拶します。あ、私が今日からお世話になりますですって、まあ多少の緊張してますよね。そしたらその A 氏の反応、そうなんかあ、どうもよろしくお願いしますと、こんな感じだったんですよ。あ、そうだったんですね。やっぱり人がこう緊張してるとか、なんか焦ってるとか、そういう感情って相手には絶対伝わってますよね。そうするとやっぱり相手もね感情がね伝わってきましてね、相手のまあ落ち着かせようとしたり、もしくは自分もなんかね、まあ共感力があるっていうそうですね、共感して、そうですよねという感じなんですけど、私ね第一印象、冷たい人だなこの人、なんか心のない人のような感じがしました。私ね、まあ営業ですから初めてお会いする方ってたくさんいらっしゃいます。いろんな人こう見てきますとね、例えば第一印象で、あ、この人あったかそうな人だな、優しそうな人だな、あ、すごくエネルギッシュな人だな、この人仕事できそうな人だな、いろいろな感想やっぱ抱くことになります。でマイナス感情も抱く時もありますよね。第一印象ですからね。あ、結構この人怒らしたら怖そうだなとかですね、この人なんか裏がありそうだなとかですね、まあ第一印象で大きくやっぱプラスマイナス2つに分かれます。でその人の印象が冷たいなこの人、これね生まれて初めてだったですね、私ね。あ、そうなんですね。人を見てこの人冷たそうだなと思って、何の感情もこの人ないようなふうに見えたんです。第一印象最悪でした。でまあその人営業です、私も営業、だからまあちょっと引き継ぎとかいろんなまあ仕事を覚えてもらうためにということでまあ同行しました。で同行の最中も話がやっぱ盛り上がらないんですよ。私と全く違うタイプの人間なんで、でやっぱりね冷たい人間だなというね思いがどんどん膨らんできました。でまあ研修期間が終わりましてね、まあ一人で回るようになったんですけども、まあ営業だけじゃなくていろんな作業とかもね一緒にやることになるんですけども、その時にもねやっぱりこいつってなんか気に食わないなっていうところがね、結構あった、まあそういう男でした。その人の特徴っていうのはね、よく嘘をつきます。嘘もねついていい嘘ありますよ、そういうシーンもね。そうです、というのはその相手のことをおもんぱかってね、相手を傷つけないようにとか相手の立場を立てるように
上手な嘘をつくっていうこれはありだと思うんですよね。まあそうですね。悪い嘘っていうのはやっぱり自分本位の自分を守るためそうですね。だけの嘘、全く心もないそういった嘘、それが多分悪い嘘じゃないかなと思うんですけどね。確かに。愛ちゃんはどうですか、嘘つきですか？いや私は嘘つきですけれども。嘘つきいたしょっちゅう嘘ついてますけれども、でも別にそれは保身からの嘘というよりはではないよね。ではないですね。まあ相手を傷つけないために使うことは多いですかね。そうですね。それはいい嘘だと思います。ただやっぱり保身のためにっていうのがもうみんなね、だけど人間って自分が可愛いから保身の気持ちなんかそれは当然ありますよ。そうですよ。で自分を守るためにやっぱりつかなくてもいい嘘もついちゃったりね、そんなことは当たり前にあるんですけれども、ただね、その自分を守るだけならいいんですよ。ただ自分を守ることで誰かが不利益になったり、誰かが傷つくっていうのはそれは良くないな良くないって思うんですよね。まあそういうことですよ。そういうことを A 氏は結構やるんですよね。ブワーって嘘をつくんです。もう何気ない仕草からも嘘なんです。こんにちは、おはよう、その挨拶も人によって全然こんにちはって言ったり、どうもこんにちはって言ったり、もうはっきり分かれるんですよね。相手によって態度変える人ね。熱量が違うんですよ。でこいつは自分より下だな、こいつら自分より上だから丁寧にしとこう。もう背中見てたらもうそれ一発で分かるぐらい嫌な人だな。まあ会社勤めてたら、そのサラリーマンの世界ではそういう人はたびたび見かけます。多少ありますよ。ありますよね。多少ね。私だってそんなんね、例えば専務が来られました。どうもはじめまして、私ニッシーと申しますって言っちゃいますよね。それは普通なんですけれども、でもねその人は巧みな嘘をつく。本当にね、なんていうんですか、時の総理言いましたよね、息を吐くように嘘をつくっていうそういうねなんか揶揄がありましたよね。まさに A 氏っていうのはそうなんですよね。嫌だなと思って、でやっぱりねいろんな事件がありました。で必ずその人が決定的に嘘をつくっていう時、やっぱり自分の身を守るため、相手を貶めして自分を上げるっていうことをよくやってました。それよくない。よくない。そういうことで、まあこの人はほんまに偽善者だなっていうところで、でもねこの人ともう11年ですね、ずーっと縁が続いてきました。でもう私もね限界に来たんですよね。で愛ちゃんにもね、まあ社内でこんな A 氏っていうのがおってね偽善者なんだと、もう縁が切りたい思ってもずーっと続くんやと、って言ったら愛ちゃんがいいこと言いました。あなたが A 氏に対して何も思わなくなった時に初めてそこで縁が切れるんじゃないの、っていうことを言われたんです。まあそうだろうけどそれは無理だわ。狭い作業場にポンとその人が入ってくるだけでもやっとしてね、うわ入ってきたっていうような感覚に毎回なるんですよね。そんな状況で縁って切れるのかなと思ったんですけど、今回ついに私転勤っていうことになりましたんでね、切れることがなりました。よかったですね。そうなんです。でね私ちょっと前にねYouTube でなんとか和尚の説法チャンネルっていうのを見たことあるんですよね。でその人がおっしゃるには縁というのは切れますと、悪縁というのは必ず切れます、切れる時っていうのはお互いがお互いに学び合うことが何もなくなった時に初めて縁は切れていきます。それはそうだと思いますね、いい言葉だなと思って、そういうことで人って縁がなくなったりくっついたりするもんなのかなってすごくね感銘を受けたんです。そうですね。でもええ人は続くんだよなって思ってましたら転勤の事例がありまして、ようやく縁が切れることになりました。万歳万歳私も万歳もうねしょっちゅうね悪口というかね、その方とのことの愚痴をね帰っては聞かされてて、私も結構ねうんざりしてたんですよね。そうなんです。それを聞かなくていいと思うとですね私もハッピー。そうですよね。まあだから今回ねそのね偽善者がどうたらこうたらで偽善者を語るっていう動画ではなくって、人の縁っていうのはやっぱりつながったり結ばれたり
そして離れたり切れたり、そういうもんであると。いやそれがね、私はね普通だと思うんですよ。だから例えばもう子供の時からの友達と今でもつながってますっていうのは確かにいいことではあるんだけれども、それってすごい実は難しいことなんじゃないかなと思ってて、子供の時は例えばねすごく仲良しでしたと。けれどもやっぱり成長の段階とかね、それぞれが経験することによって人生のステージというか、価値観というかっていうのってやっぱり変わってくるじゃないですか。やっぱりずれてくるし、でそうするとやっぱりどうしたってこう道は分かれてくるものだと思うので、私なんか子供の頃からの友達なんか全然今連絡先も知らないですし、でやっぱりその時その時で切れて、でそうするとまた新しい縁ができて、みたいなことがやっぱ起きてくるんですけど、それはやっぱり自分の成長とともに取り巻く人も変わってきてるなっていうふうに私は毎回思うんですよ。だから誰かと別れる、例えば仲違いしただとか何かのことで別れるようになったっていうことに対して自分を責めるのではなく、まあ前向きにね捉えた方がいい。私もねここ1年ねすごくね縁が切れていくんですよね。めっちゃ切れますって切れてますね。ほんまに縁が切れてる。ブチブチ切れてますね。大きいね組織からもブチンと切れましたし、で動画でも上げました友達ともブチンと切れました。今回転勤で憎き同僚ね、ブチンと切れましたしね。私はねやっぱり前の2例に関してはねやっぱ後悔とかもあるんですよ実はね。でもその最後の方はね後悔まるでないんですけれどもね、今年1年すごく縁が切れたっていうことは、ちょっと次回の展開ね、また新たなねステージになっていくんじゃないかなということで、私ね前向きにそれを捉えようと思います。なんか晩年になってだからどんどん人が離れていって寂しい人生を送るとかそういう後ろ向きな考え方ではなくて、せっかくもう切れたんだから次の出会いというのかね、次のご縁というものを大事にしていけばいいんだということでね。そうですよ。だってやっぱり我々こうやってアイアンド日誌の活動するようになってから出会った人とかお世話になった方っていうのも結構いらっしゃったりとかして、それなんかはすごく新しくてね、フレッシュなやっぱり関係性だなというふうに思ったりしますしね。なんかそういうところにむしろ目を向けるべきじゃないのかななんていうふうにねやっぱ思いますんでね。別れた方にはね元気でいろよという気持ちでね。もう A 氏に関してはもう思わないですけども、もしかしたらどっかで会うかもねみたいなね。会いたくないですね。そういう人もいますね。いますよ。そういう人もいますね。生理的に合わないっていうのはね必ず一人はいるもんなんでね、人生の中でね。それが11年続きましたっていうお話なんですけども、前向きにやはりこれからの人生も楽しんでいこうっていうね、そういう動画でしたから、そんなあれでしょ、悲観的なね。いやだから2024年結構楽しみですよね。2024年がね来年になりますけどもね、楽しみですよ。どういう展開になっていくのか。やっぱり日誌の環境の変化も凄まじかったしね。凄まじかったね。そう私もやっぱこの1年間いろいろ YouTube とか歌の活動をやってきて、やっぱり吸収するものも多かったし、来年また面白いことになるんじゃないかな。そうですね。なんていうふうに思いますよ。はい。皆さんも良いお年をってちょっと早いわ。というお話でございました。はい。というわけでまた明日も見に来てくださいね。はい。おやすみなさい。愛でした。日誌でした。アイアンド日誌でした。おやすみなさい。おやすみなさい。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。メインチャンネルアイアンド日誌デュエットもご覧いただけますととても嬉しいです。それでは次の動画でまたお会いいたしましょう。おやすみなさい。